皆さん、こんにちは。まほです。今回はいよいよ全12回にも及んだヨーロッパ鉄道旅行の最終日、ディズニーランドパリから帰国までをお届けします。Hello everyone, it's Maho. This is the vlog of my Europe train trip in this summer 2023. 雨がマシになってきたんですが、つい先ほどバスでパークに着いた途端に土砂降りが降ってって、で、みんな慌てて建物の陰とか、レインコート着たりとかして、で、私も傘を持ってかなかったんですよね。荷物検査とかめんどくさいなと思っちゃって。なんとか雨が弱まってきたんで、移動しているという形です。パークに入りました。こちらが現在改装中のディズニーランドホテルの後ろ側っていうかパーク側です。壁、いろいろガラスとかなんか張り替えてるのかなって感じに見えます。そして、なんかエントランスもすごいでっかい囲いがありますね。そしてその先に30周年の締めくくりという、もう本当はね、1年間過ぎてるはずなんですよね。多分1年半ぐらいこの30周年をやっているんじゃないかなと思います。入ったらたまたまパレードの時間。音楽が良くてつい立ち止まってしまいました。事前に公式アプリから夕食ビュッフェを予約しており、レストランの場所を探しつつ、パーク中央エリアを散策します。レストランはこちらのアドベンチャーランドにあります。そういえば、パリのディズニーのアドベンチャーランドってこんなにアラビアンな感じだったんですね。なんか、そういう日本だとアドベンチャーランドイコールアラブみたいなイメージなかったから、場所をすっかり忘れてました。こんなところがありました。そういえば。ビュッフェのレストランを予約しました。40ユーロでドリンク込みなので、ホテルで食べようと思ってたビュッフェと、まあ同じような感じですね。モロッコ系の料理好きなので、楽しみです。アグラバカフェレストラン。こちらだと思います。これまで37カ国旅をしてきた中でも、モロッコは特別思い入れのある大好きな国なので、モロッカンなデザインのエントランスからワクワクしています。完全にアラビアンな雰囲気ですね。テーブルのシートとペーパーナプキンかわいい。持って帰りたいぐらいです。こちらガスパチョで、こちらは、クスクスとかサラダ、フムス、ファラフェル、ひよこ豆のサラダとか、ズッキーニのサラダ、トマト、パプリカのサラダなど、いろいろあります。めっちゃヘルシー、野菜が多い。私の好きな感じです。いただきます。クスクスと野菜と、よくタジンのなんかスープとかに使われてそうなスープ、ミートボール、ソーセージ、チキン、隠れてますが、辛味成分のハリッサと甘みのレーズンとプルーン入れてます。ご飯を食べてもうお腹いっぱい。ここからインディアナ・ジョーンズの日本でいうディズニーシーのレイジング・スピリッツの元になったアトラクションですね。そちらに乗りに行きたいと思うんですが、アトラクション名は違うんだけど、乗り物としてはもうまんま一緒って感じです。ほとんどのアトラクションが待ち時間30分以内ですぐ乗れそうな感じなんで、乗りたいと思います。ちなみに時刻は今夜7時半。さっき雨が降ったせいで、日の入りは9時でまだまだ時間あるんですけど、結構暗め、雲が厚いので暗い感じがします。今日は11時までパークがやるので、夜のプロジェクションマッピングとか花火はもう10時50分とか、ちょっと日本じゃ考えられないような時間に開始します。なんかフロリダだったらね、2回回しとかだったりするんですけど、それも2回回しじゃなくて1回しかやらないっていう、みんなその時間までいるのかって思うんですけど、見えてきました。インディアナ・ジョーンズ。見てもらうとわかる
通り、もうそのまんまです。乗ってみたいと思います。回転ないかもって思ってた私の勘違いでした。まんまレイジングスピリッツでした。上からがっちりレバーが降りてきて、荷物は外してねって、特に首かけて危ないから外してねみたいな感じで、食後すぐに乗るものではないなって。でも楽しかったので後悔はしてないかな。前来た時にはこれなかった気がします。パイレーツ・オブ・カリビアンのすぐ近くに本物みたいな海賊船があります。カリブの海賊を出て、アドベンチャーランドからファンタジーランドにやってきました。こちらは多分大人気のピーターパンだと思います。どの国でも人気ですね。そしてパリに来たら絶対行こうと決めているアリスの迷路が9時までやってるんで、一旦ちょっと建物に避難しようと思います。こちらが世界でパリにしかないウォークスルータイプのアトラクションで、アリスのラビリンスです。This is a song for those who wait, for those who can celebrate, for those who always know the way, for those who would never say I make you feel bad cause it's full moon, I make you feel bad cause I hate myself. It's for those who call you on your phone and know what to say without any help. And I guess it goes somewhat like this. Are you sure you will love me in the middle of the night? When the darkness that's living outside makes its way in my mind. Are you gonna tell me that I'm gonna be okay? こっちは出口で、こっちがちょっとした塔になってて、全体像を見渡せるよみたいなとこだと思うんですけど、たどり着けるかな。 Because of a musician's brain. Yeah, take a look at the PET scan. See my hippocampus, it'll shape like a 2012 10 drum set. And that's where lives my pain. Are you sure you will love me in the middle of the night? When the darkness that's living outside makes its way in my mind. Are you gonna tell me? 一番奥にあるのが国のカナルボートで、アナハイムにも同じアトラクションがあります。あそこに立ってる城がもしかしたら違うかもしれません。でその周辺に走ってる鉄道みたいなのがケイシージュニアのサーカストレインですね。サーカストレイン動いてますね。後で乗りに行きたいな。ここから降りて下の道を行ってすぐだと思うので、ちょっと奥まったところにあります。このエリアも改修工事中ですね。遠くに7人の小人がいる。ミニチュアが好きな人はきっと好きだと思います。いろんなディズニーのお話とかの世界がミニチュアで表現されてて、こちらはリトル・マーメイド。こちらは美女と野獣。ベルが最初の頃ですね。街で本を読んでいるところ。ケイシージュニアのサーカストレインに乗りたいと思います。何分待ちかわからない。ここが入り口かな。Keep your arms raised inside the train at all times. Some purposes,
めっちゃ楽しかったです。そうこうしてるうちに夜9時、いい時間になりました。あ、まだ終わってなかった。今回はスモールワールドはパスしようと思います。さらばファンタジーランドということで、このままトゥモローランドに行きたいと思います。パリだけトゥモローランドのテーマがレトロフューチャーなので、トゥモローランドだっけみたいな。スペースマウンテンも世界一激しい縦回転ありのスペースマウンテンなんですけど、それがスター・ウォーズ仕様になってるっていうことなんで、果たしてどんな風に変わってるのかっていうのをこの目で確かめたいと思います。夜9時になってやっとライトアップされてきました。お城も綺麗。そう、さっきからトゥモローランドじゃないよなと思っていたら、その通りディスカバリーランドでした。ここだけトゥモローランドがないんですよね。でも位置とかパークの入り口がこっちなんで、入って右側っていう位置とかね、上海は違いますけど、アトラクションの構成とかがもう普通にトゥモローランドです。バズ・ライトイヤー15分、オービトロン25分、スターツアーズ10分とか、ハイパースペースマウンテン10分、オートピア20分っていう感じですね。結構賑わってますよね。シングルライダー5分、スタンバイ10分というなんか驚異的な、多分回転率がいいっていうことだと思うんですけど、先にスペースマウンテン乗ろうと思ってやってきました。日本だと考えられないですよね。まだ明るいのに10分待ちとか。で、この発射台がちょっと外が見える感じになってます。この部分です。乗った感想ですが、香港のハイパースペースマウンテンに従来のパリの激しいバージョンのスペースマウンテンが合体したって感じでした。めちゃくちゃ激しくって面白かったです。で、なんでこのディスカバリーランドにフィルファーマジックの矢印があるのかなって思うんですけど、ファンタジーランドからディスカバリーランドの間のあたりが閉じられていたので、新しいエリアの工事の関係でここから行けるよっていうことなのかなと思いました。フィルファーマジックはどこでも見れるので、今回はパスしようかなと思ってます。アーケードベータ。ディズニームービー流してるところっぽいですね。レストランと一体になってるっぽいですね。なんか食べ物の匂いが。シアター形式になってるの知らなかったです。こういう風になってるんだ。すごいたくさん人が入りそうです。Battle stations. Report to the flight deck for immediate launch. To infinity and beyond. 多分日本と全く同じだと思うんですが、やってきました。なんかね、昔のアトラクションだと、これ2パターンあって、香港とかそうなんですけど、そうだったかな？そうそう。ここシューティングのガンがね、くっついたまんまですごい的に当てづらいパターンがあるんです。それだとだいぶゲームやってて楽しくないので、この離れるバージョンだったら乗りたいなと思ってました。
残念ながら、一応最後までやったんですけど、途中から花火なしのプロジェクションマッピングと音楽だけっていう感じで、実質花火上がらないなって気がついてから結構多くの人が引き上げていったので、自分も、引き上げていきました。パークから一応歩いて帰れる強みを生かして、夜のディズニービレッジを歩きながら自分のホテルに歩いていきたいと思います。夜のディズニービレッジ初めて来たんで、その風景も楽しみつつということで。いやー、疲れたけど楽しかったです。ドローンのショーがすごく良かったですね、花火の前の。なんか花火みたいな動きをして、だけど花火と違って、光がこう、パッと上がって消えるんではなく、パッと上がってその場でこう隊列を組んで動くみたいな感じがすごい面白かったです。新鮮で。ホテルニューヨークの前を通り、この道を歩いている人たちは同じホテルの人たちじゃないかな。シャイエンの宿泊の人たちだと思います。これだけ人の流れがあると全然怖くないですね。みんなパーク帰りだから。なんかパリのこんな暗いところを普通の外の道だったら一人じゃ全然怖くて歩けないですけど、みんなホテルに向かってるんで、で、これだけ明るいんで、街灯ついてて安心です。明日なんですけど、明日、飛行機はそんなに早くなくて朝、確か11時40分ぐらいだったと思うんですけど、バスが6時40分発しかなくて、で、8時過ぎぐらいに空港に着くという、なんか 3.5 時間ぐらい前に着くんですけど、一応国際線は2時間前までに着いてねっていう風に書いてはあったんで、もうとにかく私朝が弱いんで、こっから寝て起きるまでが勝負です。入り口かな、ここは。見えてきました。自分の塔はもう12なのですぐですね。近いってありがたい。この点はパリはすごくいいですね。今回はホテルにパークチケット2つ分が込みだったので、結構そういう意味ではトータルで考えるとコスパは良かったんじゃないかなと思ってます。
なんか、落ち着きます。てかもうここもディズニーランドの一部みたい。そんな感じしませんか？この辺ですね、自分の塔は。では、おやすみなさい。おはようございます。ヨーロッパ旅行最終日、あとは帰国するだけとなりました。こちらは空港への有料シャトルバスを待っている間にロビーで撮ったものです。こちらのマジカルシャトルに乗って、シャルル・ド・ゴール空港に行きます。And I start to clap, cause I'm feeling good. My room is empty. 出たら一瞬で着きました。ターミナル2の E です。空港に到着しました。で、ラウンジのこと調べてたら、なんかドリンクしかなさそうなので、確かね、中にね、ラデュレとか、マカロンとかはあったと思うんですけど、絶対こっちの方が安いんで、何かしら買ってこうかなと思ってます。もう出国は終えて、荷物を預けて出国してるんですが、多分セキュリティはね、このまだ先にあるっぽいです。で、手前の K の人たちだけ先に手前でセキュリティ済ませてて、それ以外のゲートの人は、まず電車に乗ってね、みたいな感じでした。その辺がなんかちょっと他の空港と違うなっていう印象がありますね。K はおそらく国内線なんじゃないかなって私は想像してるんですけど、手前にあったやつ。で、奥の方が国際線なのかなって、ちょっと予想を立てています。今、ちょっと信じられないことが。一回セキュリティを通った後で、そういえばラウンジ行きたいなって思って、ラウンジどこですかって聞いたら、実はそれラウンジじゃなくて、正確に言うとエアポートホテルだったんですよね。で、エアポートホテルがセキュリティの外にあって、で、こっちだよって言われて、普通にゲートの外に出たら、出た後で気がついたんですけど、セキュリティの外だったんです。ホテルに行くつもりもないし、セキュリティもう一回行くのって、結構だるいなと思って、聞いたら、私の後ろと前にいた人も同じ状況になっていて、で、後ろの人はすごい悲惨なことに、搭乗まであと12分しかないって言ってすごい慌ててて、係の人に言ったけど何にも対応してくれなかったから、もう私が、こういう時はもう絶対スキップしていいから大丈夫だよ。もう、特別だからって言って、どちらかというと彼女に非があるっていうよりかは、なんか一回外に出されちゃってかわいそうだなって思ったんで、あなたは先行きなさいって言って、で、そのやりとりを見てた目の前の方から、君はそっち行かなくていいのって言われたんで、私は時間あるからいいよみたいな。で、そしたらその人も、目の前の方も、同じように一回出されたという話で、ちょっとここの係の人、全体的に不親切っていうか間違ったことは言ってないんですけど、ラウンジのアプリにホテルであることとかセキュリティの外であることとか地図とか詳細なものが一切書かれてなかったんで、それも悪かったんじゃないかなという恨みを込めて情報共有みたいな感じで今喋ってます。じゃあもう一回このセキュリティの長蛇の列にチャレンジします。いよいよ登場です。パリから日本に戻るエールフランス便は日本人が多いですね。なんか団体旅行のタグつけた人たちとかもいました。フライト時間約12時間半と帰りも迂回ルートのため従来よりは長くかかりました。フライト中は近くのお客さんや CA さんたちと仲良く雑談して帰路も楽しく過ごすことができました。エールフランスの皆さんありがとうございました。12日間大きなトラブルもなくすべてスケジュール通りに移動して楽しく旅することができました。次の長旅は来年の夏になると思います。それまで国内旅行や東京の日常などご紹介予定なので、これからの Vlog もぜひ楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひご登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。ではでは。